よし。どうも、お風呂上がりのひろやです。バンコクからお届けしております。今日はスキンケアをしながらちょっとお話をしようかなというふうに思います。ということで、早速スキンケアをしていきながら喋るんですけれども、今は旅行に来ておりまして、タイのバンコクに来ております。すでにね、インスタグラムをフォローしてくれている方々はご存知かもしれないんですけれども、友達のフーウェイとリュウキと3人で海外旅行がしたいねということで、フーウェイゆかりの地タイに来ることにしました。やっぱり一人ね、その地に慣れてる人がいるとすごく助かりますね。なんでその3人かっていうと、やっぱり関西メンバーっていうのはあんまりね、仕事とかで東京でも会う機会がそんなになくて、久しぶりにね、ちゃんとゆっくりとみんなで一緒に過ごしたいなっていうふうに思って3人で旅行することにしました。で、1日目はですね、今は2泊3日の旅行なんですけど、今これを撮影している時点ではですね、2日目の夜に今カメラを回しています。ちょっと今までね、何したかっていうのを簡単に振り返ると、1日目は成田空港から9時ぐらいかなの台の便でバンコクのドムアン空港に行くんですけど、片道が7時間ちょっとの便なので、到着がですね、もうこっちの午後の14時過ぎ、13時ってないかなぐらいに到着しましたと。で、1日目って何したんだっけな。ホテルに到着して、今すごくいいホテルに泊まらせていただいてます。最近なんかこういういい空間で撮影ができる機会がたくさんあって、本当に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。1日目は着いてホテルで荷ほどきをして、ホテルのバーで食事をしまして、またそれもね、このホテルのバーがすごく綺麗なところで、めちゃくちゃ美味しいご飯を食べれました。その後にですね、チャイナタウンに行ってですね、バンコクのね、夜市文化を楽しみました。フェイスでまずは4くらいでおでこをやります。で、今回一緒に食べに来てるリュウキくんは、なんか小さい頃に海外旅行とかは家族とかは何かしらの経験であったみたいなんですけど、今回久しぶりの海外みたいで、なんかそういう東南アジアのごった返している雰囲気とかもすごく新鮮そうでですね、その反応とかを見てるのもすごい楽しかったです。で、みんなでスムージーとかを飲んだりとか、なんかちょっとゲテモノ料理みたいな、虫とかサソリの丸焼きみたいなものを見てわーとか言ったりとか、そういうことをして楽しみました。1日目って感じですね。で、2日目は朝起きてホテルの朝食バイキングを楽しんだ後にアユタヤの方に遊びに行きました。来ているのが2月の中旬頃なので、なんか気温もねちょうどいいぐらいで、雨も降らずすごく気持ちいい感じでした。とはいえね、外を1時間ぐらい歩いてると結構汗だくにはなるんですけど、で、アユタヤ遺跡を見てきたりとか、ちなみにその時にね、カメラでいろいろ撮影したので、それの動画とかインスタグラムのリールになるのかな、ちょっと別途作りたいなっていうふうに思ってるんですけど、富士フィルムのねフィルムシミュレーションをちょっと海外で試してみるっていうことをやってみたくて、そのカメラ撮影もやってみました。アユタヤは皆さん気をつけてほしいんですけど、ほとんどクレジットカードが使えないので、キャッシュをですね下ろしていかないと結構大変な目に遭います。今回は僕キャッシング全然しなかったんですけど、フーウェイが代わりに
現金を持っててくれたのでなんとか助かりました。でそんな感じでアユタヤ遺跡を見て、で近くを歩いているゾウさんとも触れ合ったりとかをして、バンコクの方にですね帰ってきて、夜はですねそのまま一回ホテルに戻ってシャワー浴びた後に、セントラルワールドというバンコクの中でも結構大きめのショッピングモールでご飯とショッピングを連れてくる楽しんだりとかもしました。実は自分がバンコクに来たのは初めてではなくて、前々職、僕が東京に来て初めて勤めた会社の出張で何度かバンコクには来たことがあります。それはコロナ前の話なんですけど、僕が勤めてた会社のデザインチームがあって、そこにタイ支部みたいなのがあったんですよね。タイにもデザイナーがいて、で僕は海外チームとのなんかコミュニケーションを任せてもらっていたので、なんかその一部その一環でタイにね1ヶ月ぐらい滞在したことがあります。バンコクなんですけど、なのでなんかちょっと思い出の地っていうのもあったりとかして、でその時からバンコクのタイの方々ってすごい優しいなっていうことを感じたりとかして、結構思い入れがあります。で実はなんかすごくその時で記憶に残ってるんですけど、コロナになるほんと直前まで自分バンコクに行って、でしかもその時に会社のなんか方針でタイとのコミュニケーションをもっと密にしていきたいみたいなことがあったんで、自分結構バンコクにも本当に駐在するかみたいな話がその時ありました。そうだ、もうまずは2ヶ月ぐらい滞在しようみたいなつもりで航空券も予約してたんですけど、予約してまあそろそろかなって思った時にコロナウイルスがこうニュースが出始めて、緊急事態宣言に日本もなってしまい、でその話がなくなったっていうことがありました。なんかね、そんな運命のいたずらでバンコクとはつながりがあったけれども、なんだか結局もうかれこれだから6年くらいかなは来る機会がなく、で念願のね今回仲のいい友人たちと一緒に来ることができました。すごく嬉しいです。でインスタグラムのねストーリーとか僕の X の投稿を見てくれてもう知ってる方は多いと思うんですけど、マジで面白いことが今日起きて、フーウェイが川に携帯を落とすという事件が起きました。もうその時にも思ったんですけど、カフェラテ色の底の見えない、しかも結構水深が深い川にですね iPhone が落ちた時にはもう完全に今のね僕たちの商売道具なんで、それがなくなった時にもう絶望してたんですけど3人で。でも店員さんとかがなんか必死に手伝ってくれて、なんかどうやって撮るのかなってもうなんか半分諦めてたんですけど、川の向こう側にいる船を出しているあれは何なんだろう、漁師さんでもないですね、なんか観光客を乗せる船なんですかね、移動手段のタクシーなんですかねの人たちを叫んでですね呼んでくれて、でその方々がなぜかこうシュノーケリングとなんか酸素ボンベみたいなのを持ってたんで、その川に飛び込んでくれて、で奇跡的にですねその深い川から彼の携帯を拾ってきてくれるという奇跡が起きました。もう本当にそのエピソードあってからね、タイの人って優しいなって感動しました。本当に。ここの使い方が合ってるかちょっと僕わかんないですけど、強鎖ミュート付近を動かすと顎のラインがシュッとすると聞いたので、ここにも当ててます。でっかいニキビができちゃった。まあそんな感じでね、波乱のバンコク旅行なんですけど、ちょっと話はそれますが、皆さん海外で携帯ってどうしてますか？僕も仕事の関係で海外出張とかが多くて、その時にね会社携帯がある時はその SIM っていうのを会社が用意してくれたりっていう時もあったんですけど、私物のね iPhone の方も利用したい時には海外用 SIM っていうのを
買ったりしてました。なんか結構その時は適当に海外で安そうな eSIM のサイトを見つけて適当に買って QR コードを取得して携帯にインストールするみたいなことをしてたんですけど、今回僕が使ってみたのはですね、アプリで見えるかな、サイリーというアプリでeSIM を購入してみました。こんな感じでね、今現在の残りのギガ数っていうのもね簡単に見れて、これ今回すごい使いやすかったので紹介させてください。なんか僕今 iPhone の17を使ってるんですけど、基本的には物理 SIM ではなくても eSIM 専用のものにしていて、でそうなってくるとですね、物理 SIM を交換することなくめちゃくちゃシームレスにキャリアといいますかデータを変更することができます。このサイリーっていうアプリはですね、タイ以外でも200国以上の国と地域から選べて、海外出張とか海外旅行の時に使用ができます。でさ、物理 SIM を使っている時って皆さんも知ってると思うんですけど、携帯の側面のところにちっちゃい穴が開いてて、そこになんかピンをプスッて刺してポコッて出てくるみたいな、入れ替えがめんどくさかったんですけど、本当一瞬にすると何もいらないというか、僕一回海外、あれは留学の時だったかな、なんか SIM を交換しなきゃいけなかったんだけど、ピンのやつを持ってなくて、で近くの携帯屋さんかな、コンビニエンスストアかなにそのピンを貸してくれませんかみたいな話をしに行ったんだけど、そのピンはなんか有料なので貸せませんみたいな、使うんだったらこれを買ってくださいみたいなことを案内された記憶があります。なんかそういう面倒くささもなくていいので、本当に eSIM ってみんななんかよくわかんないとか毛嫌いしてる方も多いと思うんですけど、めちゃくちゃ便利なので本当におすすめです。あ、終わった。よいしょ。いい感じですね。で今回このサイリー使っててびっくりしたのは、なんか今まで使ってたサイトって QR コードがメールで送られてきてそれを読み込んでみたいな手間があったんですけど、本当にアプリ1個で一貫して終わりました。自分が行く国を選択して必要なギガ数を選択してインストールまで全てそのアプリで一貫して終われたのが、あ、今ってこんな簡単にできるんだっていうのを感動しましたね。で今のところですね、このサイリーで購入した対応の SIM、eSIM もですね、なんかその国のトップキャリアを自動的に選択してつなげてくれるみたいで、今のところ本当に2日目の夜ですけど一度もなんか速度が遅いなとかそういう風に感じたことはありません。でしかも今回は2泊3日なので、5GB ぐらいで自分は十分かなと思ったんですけど、今の働き方になってから SNS とかすごく使うようになって容量ももうちょっと使おうかなと思ったんですけど、さっき見たらね 3. 何ギガぐらいまだ残ってたんで、2泊3日だったら5ギガぐらいがちょうどいい気もしますよね。でもプラン的にはですね 1GB から期間が決まった無限使い放題みたいなところまでいろんなプランが使えるので、僕以上に短い滞在の人とか長い滞在の人はそれぞれ合ったプランを選べばいいと思います。しかもねそんなに金額高くないですね。すごくお手頃だなって思いました。あとは動画編集とかで PC も使ったりとかメールを確認するためにパソコンも持ってきてるんですけど、その時の手先でテザリングをしてそのパソコンで使うということもできそうなので、本当にねこのサイリーだけでネット環境っていうのは解決できるんだなっていうふうに思って、今は便利な時代だなっていうふうに思いましたね。てな感じで便利なアプリを紹介させていただいたんですけど、まさかのまさかすごく面白いことが発生しておりまして、サイリーさんからですねご好意で皆さんも使用できるクーポンコードが発行されております。購入する際にですねクーポンコードを入れる部分があるんですけど、そこでローマ字小文字でヒロヤって僕の名前を入れるとですね 15% オフで SIM が購入できるようになりました。
僕の名前がクーポンになるっていう事象が発生していて、なんかすごく面白いなって思ってるんですけど、ぜひ直近でね海外とか行くよっていう方とかいたら15% オフね使って損ないので、ぜひぜひ使ってみてください。僕もね、会社辞めてから海外行く機会っていうのは増えるのかな減るのかなちょっと分かんないですけど、これからもちょっと海外でのお仕事とかお声掛けも少しずつ増えてきているので、引き続きねサイリーさん使ってみようかなというふうに思っております。てな感じでちょうどスキンケアも終わりました。よし、それでは今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。バンコク滞在中にですね、いろいろ写真も撮ってますし動画も撮ってるんですけど、さっきも言ったっけ、富士フィルムでカメラを撮って風景とか人物を撮ってその動画も出してみたいなっていうふうに思ってますし、まだまだバンコク旅行の風景は皆さんに共有できたらいいなというふうに思ってますので、少しお時間をいただけたら嬉しいです。そんな感じですね。久しぶりの YouTube 投稿になってしまった気はしますけれども、気ままにですね投稿していきますので、引き続きご自愛ください。違うわ、チャンネル登録と気長にですね次の動画を楽しんでいただければいいかなと思っております。はい、これからもたくさんの発信とかいろんなメディアとか自分の作品とか活動とかいろいろ頑張っていきたいと思ってますので、応援のほどよろしくお願いします。では今日の動画はこの辺で。もうこちらは深夜の1時ぐらいになりましたので、明日もいろいろね遊びに行きたいところがあるので、今日はもう寝ようと思います。こんなドスッピンの顔ですいません。ということで皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかさっきさ、頑張って撮ろうとしたら鼻が切れちゃってつけたのはいいけどさ、取れなくなったマジでどうしよう。切るのもあれだし。ちょっと待って。でも鼻切るのよ。あ、ここ。あ、いける。いける。いやいやいや。はい。あ、いけた。じゃんじゃん。撮ってる？撮ってるよ。